め、かごめ、かごの中の鳥は、いついつ出やる。夜明けの晩に、つると亀がすべった。そこは海辺のようでもあり、あるいは山奥のようでもあった。またはどちらでもないのかもしれない。どこだ？ここ。ブラック企業に勤務し、営業課長という役職のある俺。玉のオフだというのに、頭の中は常に不正な経理処理という事柄でいっぱいだ。いかに脱税するか、いかに会社の金を横領するか、そしてその横領した金でどのアニメ DVD を買うか。あの初回特典は捨てがたいな。なんて仕事熱心な俺。どこをどう歩いてきたかもよくわからない。はあ、まあここがどこかなんてどうでもいいか。どこでもあってどこでもない、そんないい加減な場所なんだろう。その建物の玄関の柱に掲げてあるのは怪しげな表札だった。ところどころに大きな亀裂が入り、筆で記号やら文字やらがでたらめに書かれた大きな木の表札。いや、看板というべきか。何々ふんぐるいぐぐるなふくとおまるはうとがあぐあなふるたぐも嫌な予感がする。意味はわからないが、なんだかやべえ呪文のような気がする。しかし止まれるはずだ。と、俺は思った。どこにも根拠などないのだけれど。別に怖かねえし。ブラック企業の営業課長であるこの俺がビビるはずなどなかった。半開きの壊れかけた扉を開けようとしたが、ぶっ壊れたので構わずくぐり抜けて入ることにした。しつこいようだが、ブラック企業選手の俺はこんなことでは罪悪感すら感じない。あら、扉をぶっ壊していらっしゃいませ。初対面のような、顔見知りのような女だった。ちなみにこの女、赤い髪、赤い瞳ではない。この宿の女将と思われた。なぜなら彼女の他に誰もいないのだから。お待ちしておりましたのよ。なぜ？予約した覚えはないのに。何か伝えたいことがあるはずなのに。どうしたわけか、言葉が見つからなかった。とりあえず、お座りになったら？ま、扉は壊れているから閉められないだろうけど。すいません。と、心で。思わなかった。それどころか少しイラッとした。だが見渡してもどこにも椅子はない。くそ。扉を壊したから椅子はねえってことかよ。そう思うと同時に、女将の白くか細い手は床に座るように促していた。いや、口元はうっすらと笑みを浮かべているようには見えるが、目は笑っていない。人差し指を床に刺し、ここに座れ、ボケ！と命令されているようだった。っていうか、そうに違いない。失礼。女将のその目は、たくさんの部下を使い捨て、辞める部下たちの目に似ていた。いや、それ以上か。
ブラック営業課長たるこの俺が押されるとは仕方ないので、私はそのまま床に座った。床には草が生えていた。夏草の匂いがする。すると季節は夏なのだろうか。何も喋ることなく、ただただ時間は過ぎていく。なんとなく遠くの方でセミの鳴き声が聞こえたような気がした。おかみはぼんやりと俺の顔を見ているようだが、怒っているわけでもなく、かといって笑っているわけでもない。気まずい空気が漂い始め、時間が重くのしかかるようだった。あれはもう随分遠い昔の話だ。ええ、そうでしたわね。どうしておかみが相槌を打つのだろう。唐突に独り言を始める俺も変だが、いつの間にかおかみも床に座っていた。その膝小僧がひどく懐かしい気がした。もう娘さんは大きくなったろうね。やだわ。娘なんかいませんよ。おかみは口を押さえて笑った。どうも俺は思い違いをしているらしい。だが、いや、いるじゃないですか。いませんったら。また、ほら、銀髪で、壁眼の女の子。嫌ですわ。うーにゃうーー。にゃごまかさないでくださいよ。ー。ねえって言ってんだろうが。遠くで、セミの鳴き声が。あたしが、娘だった頃は、ありましたけどね。恥ずかしそうにおかみは床にうつ伏せになる。その丸いお尻にホタルが一匹止まった。ああ、やっぱりあれは夏だったんだ。そういえば、あの頃の川はまだ住んでいたっけ？再びおかみが相槌を打つ。川底には、川に名とか吐き気を催す霧に包まれた混沌とかが、張っていましたわね。一部理解不明なことはあるものの、どうしておかみは知っているのだろう。ホタルの幼虫に食べられる細長い巻貝。澄んだ流れの川にしか生きられない弱虫。思わず泣きたくなってきた。1日18時間働かせて時間給にすると250円という労働条件を与えてきたこの俺も、そういえば泣かなくなって久しい。見上げてもそこに夏の星空はなかった。天井の蛍光灯が眩しかった。どうしてホタルの光なんか見えたんだろう。もう見えるはずもないのに。何か間違ってるような気がしてきた。無論勤めてる企業のことではない。こんなところで一体何をしているのだ俺は。そもそもここはどこなんだ。いつでやはるドリームランドではあるまい。後ろの正面だ。慌てて私は床から立ち上がった。そのために軽いめまいを感じ、同時に頭の中で声がした。ふざけないでくださる？私がこのようなブラック企業に勤める殿方に何を言えというのよ。あれこれと考えることも煩わしい。
この私の刀で腐りきった魂ごとぶった切って差し上げますわ。覚悟なさい、ラッショーマン。うわ！思わず声を上げ、意識が戻る。目の前にはおかみ。まあまあ、すごい汗。まるで宇宙クロースクォーターコンバットで攻撃されたかのよう。宇宙クロースクオまあそんなことはともかく。悪いけど、今夜は止まらないよ。おかみはうつ伏せのままだ。その名状しがたい背中のようなものが小さくなったような気がした。そうね。その方が、いいわね。なんだか声まで幼くなったようだ。このまま放ってもおけない気がする。もう会社に帰らなくてはならない気もする。そんな気がするだけ。そうなのだ。確かなことが何もない。俺がブラック企業の営業課長ということ以外は、つまり全てが曖昧なのだ。とりあえずこれからあのぶっ壊した扉を探そう。それから玄関の柱のあの木の表札をもう一度確認しよう。あるいはもうそこには何もないのかもしれないけれど。